皆さんこんにちは、のらんです。本日はまずパンドラハウスさんでいくつかちょっとアイテムを買ってきましたので、そちらのご紹介をしていきたいと思います。まずはこちらです。こちらはロックミシンの糸ですね。これを2本買ってきました。前の動画でお話ししたんですけど、ロックミシンの糸を白じゃなくてこういう色にした方がいろんな布というかね、ものを作るときに糸を変えるのがめんどくさいので汎用性が高いかもしれないなっていうお話をしてたと思うんですけど、ちょっと試しにね買ってみました。他にもグレーとか、茶色っぽい色とかいろいろあったんですけど、これなら白っぽい布でもちょっと濃いめの布でもどれでもめちゃめちゃ目立ちはしないのかなということでこれを買ってきました。で、うちのはね3本取りっていうのかな、糸を3玉使うロックミシンなんですけど、なんで2本しか買わなかったかっていうと、こんだけしか在庫がなかったからです。とりあえず買ったっていう感じですね。お値引きもちょっとあったので買ってきました。なんでまたね在庫が入ったらちょっと一回糸替えをしてどんな感じか試してみたいなというふうには思ってます。はい、次ですけれども、次はこちらカットクロスと、和柄丸紐、こちらをね買ってきました。なんでかというと、前ねちょっとお話ししましたけど、着物をね作りたい。分かってます。もうねこの正月も終わってしまって非常に今更なんですけど、やっぱりね着物を作りたいという気持ちはあるんですよ。なのでね買ってきました。で、この着物の布選びもちょっと迷ったんです。いわゆる着物っぽい柄、着物っぽい素材の布を買うか迷ったんですけど、こういう布を買ったのにはね理由があります。まず1個は純粋に縫いやすい。いつもね普段よく使っている布地なので、縫いやすいので失敗が少ないかなということと、どうしてもね和柄の布を買ってしまうとちょっと汎用性が低くなってしまうので、残った時にね他にちょっと流用できないなっていうのもあって、ちょっと今回はいわゆるカジュアルなね布でお着物を作ってみようかなというふうに思います。で、こちらもねちょっと使えるかどうかっていうのはこれわかんないんですけど、ちなみにこれはねセリアで買いました。これはパンドラハウスさんではないです。そう、100円なんですよ。100円ならいいかなって思って、で帯留めとかにね、帯留めじゃないな、帯紐とかに使えるかどうかはちょっとわからないんですけど、あって損はないかなということでこれは買いました。なのでちょっとポップで明るい感じのお着物を一回作ってみて、いけそうだったらなんか和柄のね布とかもそのうち買ってみてね作ってみてもいいかなというふうに思います。ちょっとお正月は間に合わない感じですけども、こっから先もねいろいろ着物のイベントっていうのは日本は当然多いですし、別にねそういう行事合わせじゃなくても着物は作れるようになりたいなとは思うので、ちょっと作ってみようかなというふうに思います。で、着物の型紙っていうのは、いくつか多分探しあるんですけれども、今回はこちらですね、リカちゃんのおしゃれ着物、こちらを使って22センチサイズの、リカちゃんサイズのねお着物の方をね作っていこうかなと思います。もうこれね一冊全部着物のいろいろコーディネートというかね載ってるんですけど、もう私ほんと着物全然詳しくなくて、例えばその帯の結び方とかね、その後ろの蝶々の部分の作り方とかもいろんな形あるじゃないですか。もうそういうのもね全然わからないですし、このちょっとね袖口から出てるのをありにするとかなしにするとか、ここもね何枚じゃ見えてるとかも全然わからないので、ちょっとねわからないなりに作りますということを一応ご了承ください。多分お着物詳しい方が見るとちょっとその着物の着方は変なんじゃないっていうところもあるかもしれませんけれども、ちょっとね温かい目で見ていただきたいし、なんなら作れるかどうかもわからないので、その辺もね含めて今回もチャレンジしてみようかなというふうに思います。
いやもう袖の長さとかも含めるともうどうしていいかわかんないな。多分袖も短いのから長いのまでいろいろあるんですよね。で多分あんま長いのって普段着ないですよね。もうほんと成人式とかなのかな。めちゃめちゃゴージャスな着物ぐらいなので、袖の長さも割とカジュアルな着物のサイズにして、帯も技術的に作れるのをちょっと優先して作っていこうかなというふうに思います。あと布もね、一応この3柄買って残りは家にあるものを使おうかなって思ってんですけど、それもちょっと足りなかったら買い足しつつ作っていこうかなというふうに思ってます。ということで今回はリカちゃんのおしゃれ着物から着物を作っていきたいと思います。はい。今ね、ここまでです。裁断をしたところまでなんですけど、いやもうここまでですごい大変だったんですよ。ちょっと私の愚痴をね、聞いてください。まずですね、いつものように型紙からパターンシートに写すところからスタートしたんですけれども、今回使わせていただいた型紙では、着物の基本の形があって、で自分の作りたい着物の種類、袖の長さ、袖っていうんですか、の長さだったりとか、そういうのに合わせて型紙の組み合わせを変えていく形なんですね。でそれはそれでね、すごいありがたいんですよ。自分が作りたい着物に合わせてデザインを変えられるのでありがたいんですけれども、私自身がもう全然着物の知識がない状態で作り始めたのもあって、もう用語が全然わからなくて、自分の作りたい着物を作るにはどのパーツが何枚いるのかっていうのがまずわからないところからスタートしたんですね。でさらにじゃあどのパーツをどの柄にしたらいいのかっていうのも、お洋服だったら基本的には1種類の布、せいぜい例えば襟の素材が違うとか、裏地は違うとかあるんですけど、なかなか一つのお洋服の中ですごい布が分かれることってそこまでないんですけど、やっぱ着物の場合って上側のメインの柄と裏側の柄と、あと今回の場合は重ねて着ないですから、この襟元から見える別のお着物の柄とっていうのがあって、どれにどの柄を合わせたらいいのかとか、じゃあどの型紙がどの布で必要なのかっていうのがもう本当わからなくて、すごいそこがね、悩んでる時間が多い作業になりましたね。でパターンシートにとりあえずなんとか写して、でさらになのでそれを布に今度ね写して裁断するのも、先ほど言ったようにもうどの布がどれがいるのかっていうのがもう分かんなかったので、一応その型紙本を見ながらね、印をパターンシートに印をつけて、赤丸はこの柄、青丸はこの柄っていう風に一応分けてね、今回作業をしました。いやもうね大変でしたね。なのでちょっと今はこの状態までです。まだね一切縫うところまでちょっと作業としては進められてないんですけれども、ちょっともう縫うところまでいけるのかというのと、すごいまだ時間がかかりそうだったので、ちょっともう今日は一旦ここで動画を終わっておこうかなと思って、ここで今ね撮影をしています。もう見てくださいよ。だって洋服と比べて全然枚数が違うじゃないですか、いる枚数がね。であとそう注意しなきゃいけなかったのが、これが一応ね今回メインにするお着物の柄の部分なんですけれども、私はねそんなに上下のない布にしたんですけれども、例えばこれを上下があるお着物にしたりとか、よくね振り袖なんかもそうですけど、これがまさに袖の部分ですけど、この辺に素敵な刺繍のね柄が集まってたりとか、お着物の裾の方に柄が集まってたりっていうパターンの場合は、そこの柄合わせみたいなところもねやらなきゃいけないので、実際にこれ切ってみてよかったんですけど、今回これパンドラハウスさんで布を買ったんですが、100均ではないのでちょっと大きめだったんですよ。なんでね確か片側が50センチぐらいあって、 50×45 だっけな、そのぐらいの大きさのある歯切れだったんですけど、これね結構100均とかだと30センチ ×25 センチとかなんですよね。でそれだとね多分ねこれ足りないかギリギリか
ぐらいで、なのでちょっと100均の布でやってみようとしてたらね、ひょっとしたら足りなかったかもしれないです。それはね、ラッキーでしたね。型紙をちゃんと見てまず買い物をすべきなんですけど、そういう意味ではラッキーだったなというふうに思います。で、一応これがメインの柄、花柄ですね。で、もうね、ちょっとよく分かってないです。多分これが着物の裏側の柄なのかな、もしくは2枚目の着物の柄なのかな、あんまちょっとよく分かってないんですけど、でこれが3枚目。ちなみにまだねこれ完成しても帯とか作ってないので、着物だけが一旦出来上がる感じですね。これなんでちょっと気の長い作業になるので、ひょっとしたらこれ作りながらねちょいちょい別のものを作るかもしれないですけど、一旦ここまでやったという感じですね。でこれを組み立ててってなんとか着物にしていこうという感じでございます。いやちょっとね完成するかどうかわからないし、新年一発目にいくらおめでたいし新年だからね着物を作りたいという気持ちはあったんですけど、正直着物にしなきゃよかったなという気はせんでもないんですが、一回でもね作ってみたかったし、一回作ってみて諦めるならねまだいいかなと思うので、ちょっと今回はね失敗しようがなんだろうが作り切りたいなというふうには思ってます。そんなわけでですね、ちょっと長い目でこのお着物制作シリーズはね見ていただけたらなというふうに思います。またね制作の進捗があったらねご報告をしたいなと思います。ということでね、今回はリカちゃんのおしゃれ着物、こちらの型紙を使って着物の裁断まで終わりました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。